こんにちは。今回は絵画制作で用いられる遠近法について初心者の方を対象に解説していきます。こちらの作品は上から見下ろした構図、いわゆる俯瞰構図になっています。もちろんこの作品も空間を表現しているため遠近法が用いられています。この作品については動画の後半で解説します。遠近法は絵画を立体的空間に見せるための技法です。このレオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザでは空気遠近法が使われていることで有名です。ですが、現代の絵画はこのような立体的な表現のものばかりではありません。これはピカソの作品ですが、立体的な表現をほぼしていません。緑色の背景部分はやや奥行きを感じますが、他は平面的な構成となっています。こちらはジャクソン・ポロックの抽象画です。このような様式の絵となると、もはや空間や立体感という要素を考える必要がなくなります。つまり現代の絵画では空間を必要としない様式のものもあるということを踏まえて、この動画を見てもらえればと思います。動画の流れはご覧の通りです。遠近法の種類を9個も挙げていますが、9番目の線遠近法以外はかなり簡単な説明です。あくまでも中心は9番目の線遠近法になります。それでは解説していきましょう。1番目の大小遠近法は、同じものでも大きい方が手前、小さい方が奥に見えることを利用した方法です。当たり前のことではありますが、同じモチーフでも大きさを微妙に変えて描くことの重要性にもつながっています。2つ目は空気遠近法。これは先ほどのモナリザの背景にも用いられたもので、円形をぼかして描いたり、円形の色を大気の色に近づけるなどして空間を表現します。円形を空の色に近い青色を混ぜて表現する方法がよく使われます。3つ目は色彩遠近法です。これは色の視覚的な効果を利用したものです。赤、オレンジ、黄色などの暖色は深出色として前に出て見えて、青や紫などは後退色として後ろに下がって見えます。4つ目は消失遠近法です。焦点が合っているところは近く、焦点がぼやけたところほど遠くに見えるという遠近法です。これは空気遠近法の一部も担っています。5つ目は斜塔遠近法です。これは物の側面を斜めに描くことで空間を表現する方法で、最後に解説する線遠近法に通ずるところがありますが、これは側面の辺をすべて平行線で描くやり方になります。6つ目は曲線遠近法です。これは魚眼レンズで覗いたような効果を生み、平面な部分が曲面に見えたり、遠近を表現したりします。7つ目は頂上遠近法ですが、これは物が重なっているとき、前よりも後ろのものの方が遠くに見えるという遠近法になります。8番目は上下遠近法で、水平線に向かって上にあるものほど遠くに見えるという遠近法です。最後は線遠近法です。これが一番重要なので細かく見ていきます。線遠近法は手前から奥に行くにつれて小さく見えるという遠近法を線で表現したものです。平行な線が一点に交わるように線を引いて描きます。なお、線遠近法のことを透視図法とも言います。透視図法には1点透視図法、2点透視図法、3点透視図法があります。また、それぞれの点を消失点と言います。消失点のある線は地平線、水平線であり、これはその風景を見る人の目の高さになります。目の高さを地面と平行に伸ばしていった先が地平線になっています。よって自分の目と同じ高さにある箱はこんな感じで、目よりも下にある箱は上の面が見えており、目よりも上にある箱は下の面が見える状態になります。今度は透視図法を使って室内を描いてみます。この場合は地平線を上下の真ん中に描いたので、縦の線は垂直線として描いていきます。結果的に2点透視図法として描いていくことになります。2面の壁を描いたら、あとは壁と平行垂直に置かれているものをすべて2点の消失点に当てはめて描いていきます。壁と平行ではないものはこのように別の消失点につながりますが、床と平行なものであれば消失点は地平線上にあるものになります。屋外で上り坂のある風景を描いてみます。平地にある道や建物は2点の消失点を利用して描きます。坂道の線の消失点は地平線よりも上に存在します。ちなみに下り坂の場合はその消失点は地平線よりも下になります。人物を描くときも線遠近法を意識します。
各人物をどの高さからまたどのくらい離れてみるかを想定して描きます。この場合は同じ目の高さから見て2メートルくらいの距離にいる人物を描いています。結構近い距離なので胴体の箱型はこのようなパースがついています。こちらはかなり低い位置、ほぼ地面の高さから見上げた人物を描いています。上の消失点を意識した箱をイメージして人物を描く必要があります。人物の後に背景を描く場合、その人物がどの高さから見たものかを確認し、地平線の高さを当てはめます。あとはその地平線上に消失点を置き、線を描き入れていきます。実際の絵画作品でも見ていきます。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐です。これは見ての通り厳格な一点透視図法で描かれています。消失点が主役のキリストに置くことで焦点をはっきりとさせ、厳格性を出し、また周りの人物のポーズで画面の動きを出しています。これはフェルメールの牛乳を注ぐ女です。これもほぼ一点透視図法で描かれています。右手の上にある消失点の箇所は穴があり、そこに釘などを刺して紐などでパースをつけたと言われています。このように厳格な透視図法で描かれた作品も多数ありますが、一方で透視図法を利用しながらも意図的にそれらをずらした使い方をした作品もあります。これはイアン・ファン・エイクのアルノルフィーニ夫妻像です。これも一見すると厳格な一点透視図法で描かれた作品に見えますが、消失点を割り出してみると一点ではないことがわかります。これらは本来一点の点につながらなければならないのですが、あえて複数の消失点を設定しています。人間が見た時の印象に近づけるために、あえて複数の点を用いて表現することで、より肉眼で見た時のようなリアリティを画面に表しています。こちらはジョルジョ・デ・キリコ、通りの神秘と優秀という作品です。こちらは線を引く前から消失点がずれて複数あることがわかると思います。この意図的な消失点のずれが非現実的で不安な空間を生み出し、またこれらはその後の絵画様式に大きな影響を与えたと言われています。以上のように絵画において透視図法は一つの手段に過ぎません。目的に合わせたアレンジは一向に構わないということになります。サムネイルの作品を見ていきます。まずこの絵は空気遠近法も取り入れています。ちょっと分かりにくいですが、例えば腕の色調よりも足の色調の方が彩度は低く、また青色を多めに混色した色で表現しています。また周りのフェンスのパースはこのようになっています。おおむね合っていますが、縦のパースである紫とオレンジの消失点は一致しません。オレンジのパースを強調することで広がりを出しています。もう一点見てみます。この絵は一点透視的に描かれています。レンガの上の面を伸ばした先の消失点から出した地平線はこの赤線になります。ですが実際の地平線はその下になっています。このズレによって手前はより広角で見た絵柄となり、それは結果として画面の広がりの表現につながります。以上、今回は遠近法全般について解説しました。空間を表現する絵画を描く場合、遠近法の種類やセオリーの理解はある程度必要です。それらを用いて表現することで2次元のキャンバスに3次元の空間を生み出すことができます。特に線遠近法をマスターすることで空間表現が劇的に上手くなります。一方で目的などに応じて遠近法のセオリーは変えてもいいと思います。人間の視覚に近い状況は遠近法のセオリーだけでは困難です。また目的に応じた変更をすることで独創的な表現が生まれるかもしれません。いろいろ試して自分だけの遠近法を見つけていきましょう。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。